出来損ないとも言われる世界最大の駆逐艦、ズムボルト。ズムボルトは、その先鋭的な外観と能力から、一時は現代の戦艦とも言われ、既存の巡洋艦や駆逐艦にとって代わる存在であるとまで言われていました。しかし、各々しかじかありまして、当初は30隻以上を建造予定だったのに対して、結局は3隻の建造にとどまっており、なおかつ、搭載した、もしくは搭載予定だった先進的な装備は、軒並み搭載キャンセルや運用中止に追い込まれ、その後の人生は実証試験艦として生きていく以外にないかと思われていました。ですがここ数年、ズムボルトを核ミサイルが発射可能な核武装戦艦に改修するとか、極超音速ミサイルの発射キャリアにするとか、色々な活用案が動き始めています。今回は、斬新かつ高コストすぎるがゆえに、失敗作とも称されるズムボルトの今後について、現在の改修計画を解説していきます。まず最初に現状のズムボルトがどういった性能を持つ駆逐艦なのか紹介しましょう。そんなんわかっとるわ、という方は7分あたりまで飛ばしてください。ズムボルト級は、高度なステルス性など、先進的な設計と強力な対地攻撃力を備えた駆逐艦として計画され、駆逐艦としては世界最大の大きさを誇ります。その独特すぎる見た目の通り、徹底的にステルス性が追求されており、艦隊の全ての面に傾斜が付けられ、できる限り直線で構成されています。また、従来までのマストは廃止され、ほとんどのアンテナも環境上部構造物の傾斜壁面に、固定式で埋め込まれる形で取り付けられています。従来ステルス艦と呼ばれる他国の艦も、艦隊に傾斜をつけて直線構造を採用するなど、余計な遮蔽物を外装に設置しないなどの対応は行っていましたが、ズムボルトの最も得意な点は、ハロー貫通タンブルホーム線型を採用している点です。例えば、同じくステルス艦として有名な、フランス海軍のラファイエット級フリゲートのような艦は、前から見るとひし形のような形状をしていますが、この場合、水平方向から来る敵のレーダー波は、艦隊の上部に当たると空に向かい、下部に当たると海に向かって放射され、レーダーの発信源に戻って探知されるリスクは減少するものの、海に向かって反射された電波は海面で乱反射し、ある程度はレーダーの発信源へ戻ってしまうため、全く探知されないわけではありません。それに対してズムボルト級では、艦の下から上まで切り上げたような三角形の形状となっており、艦のどの面にレーダー波が当たっても、水平方向から来る電波はほぼ全て、空に向かって反射されるため、従来のステルス艦を凌駕する性能を持ちます。搭載兵器としては、主砲として2機の AGS-155mm 単装砲が搭載されています。AGS とは、アメリカの 155mm 先進砲システムで、水陸両用作戦における海上火力支援を重視し、従来のマーク45などの中口径砲よりも、威力、射程ともに向上させた大口径の艦砲です。また、主砲の使用時以外は砲身がシールドの中に収められ、これまたステルス性の向上に寄与しています。AGS 砲の目玉は、精密誘導ロケット弾、LRAP による長距離対地攻撃が可能な点で、最大射程は140キロ、着弾誤差は50メートル以内という性能でした。しかし、ズムボルト級自体の調達予定数が大きく減ったことから、LRAP の購入数も激減し、それに伴って、当初は一発500万円程度と見積もられていた LRAP のコストが、約9000万円にまで急増したため、この新型弾の購入は100発程度でキャンセルされたため、先進的な艦砲を開発したはいいものの、撃てる砲弾がないという笑えない状態になっていました。次にミサイルについてですが、ズムボルト級は、ミサイル発射装置として、マーク57、PVLS と呼ばれる最新型の VLS を搭載しています。PVLS とは、ペリフェラルバーティカルローンチングシステムと呼ばれ、日本語では、周辺配置垂直発射システムと訳されます。従来のマーク 41VLS は、艦の中央付近に設置されていましたが、
マーク 57PVLS は、艦の左右に近い原則の近くに配置されます。これは、艦の外角と内角の間に装備することで、被弾による誘爆被害を限定化するための配置となります。本級は、この VLS を全甲板の両舷に各6機、後部のヘリコプター甲板の両舷に各4機の、計20機を搭載しており、これら1機あたりが ESSM4 セル分の容量を持つため、最大80セルの搭載力を持ちます。この PVLS から発射するミサイルは、当初は各種の対空ミサイル、対艦ミサイル、対戦ミサイルなど、多様な攻撃手段を持つことを想定していましたが、システム開発及びコストの問題で、一部の対空ミサイルの発射試験しか行えていません。魚雷発射装置すら搭載されていないようなので、多彩な兵器を運用する当初の構想は、すでに頓挫しています。そんなズムボルト級ですが、兵器システムの他にも機関や電力システムも最新のものを採用し、IPS、統合電気推進を取り入れています。本級の IPS の利点は、電気推進に用いるための電力と、艦内の他の用途の電力の電源が共用化されることです。従来は推進用の元機と発電機が分かれていましたが、IPS ではそれらが統合されており、効率的な電力供給、使用が可能となりました。現代の艦船は、電子機器や兵器などの電力需要が大きいことから、艦内電力の効率化は非常に重要だと言われています。ちなみに、本級には主発電機2機と補助発電機2機を搭載し、現状では主発電機1機のみで必要な電力が賄えるとされており、大電力が必要なレールガンの搭載にも十分対応できるように設計されています。さて、このようにズムボルト級は大きなポテンシャルは秘めているものの、コストなどの兼ね合いで、ダメな子扱いされているわけですが、3隻合計で3兆円もの開発費をかけたこともあり、その有効な活用法が検討されています。まず最初に検討されたのが、核巡航ミサイルを装備し、核戦力として使用するものでした。しかし、洋上の核戦力は、すでに秘匿性の高い原子力潜水艦が担っていることから、ズムボルトでは核を積まない極超音速ミサイルの搭載を決定した、と報じられています。これは、砲弾の単価アップによりまともに使えそうもない2機の手法を完全に撤去し、そこにミサイル発射管を設置しよう、というものです。設置するミサイル発射管は、オハイオ級原子力潜水艦にも搭載される多連装ミサイル発射管の回収型で、原型の発射管が1機について7発のトマホークを装填可能だったところを、1機につき3発の極超音速滑空ミサイル、CHGB を搭載できるようにしたもので、ズムボルト級には最大で4機の発射機を搭載し、12発の極超音速滑空ミサイルを装填可能とするものです。アメリカでは極超音速ミサイルの開発が、中国ロシアに対して遅れているとはいうものの、陸海空軍の全領域にわたってその開発が急ピッチで行われており、現在海軍主導で開発中の CHGB、共通極超音速滑空弾は、最大速度はマッハ17、8000キロもの射程を持つとされ、中国の海軍本部、通信施設、地対空ミサイル砲台など、中国沿岸にある目標を、ハワイとの中間地点から攻撃が可能で、なんならステルス性を活かしてさらに接近することで、中国内陸部のより深い地点の攻撃も可能とするわけです。この超音速滑空弾は、2020年にハワイのカウアイ島で発射試験が実施され、手始めとして約4000キロの飛行に成功しており、実用化も間もない状態まで来ています。そして、ズムボルト級はこれらの極超音速技術を初めてテストする艦艇になると思われ、その改修は、1番艦のズムボルトが2025年にまでに実施され、2028年中の実戦配備を目指しており、2番艦、3番艦もそれに続く予定です。日本においても、イージス・アショアの代替がイージスシステム搭載艦に決定するなど、ミサイルキャリアとしての海上艦艇に注目が集まっていますが、ズムボルトの動向も、
日本防衛の方針に少なからず影響するのでは、と思った今回の解説でした。それではこれで、ズムボルト旧駆逐艦の解説は終了です。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。